文房具になり損ねた女、有林堂文房具バイヤー岡崎ひろ子さんです。花粉症なんですよ。何の花粉症ですか今？私血液検査した時に杉、鴨ヶ谷、豚草なんです。年に半分花粉症です。34569です。よろしくお願いします。ブッコロちゃんに34569あった時には優しくしてください。覚えられない。作りますか？覚え方。サシコロックトです。サシコは指原さんですね、はい、ロックはロックミュージックってことです。トはトーって飛んでるんですサシコロックトだから西向く侍みたいなやつで、あ、今日ブッコロちゃんに会うんだ。サシコロックと、花粉症だかわいそうじゃないですか。年の半分花粉症ですよ。僕だって花粉症じゃなかったら東大受かったと思ってますもんだって鼻詰まってるから集中力があれだし、鼻噛んでる暇があったらみんな問題集解いてるわけじゃないですか。サシコロック等が花粉症の人間は成績もね、しょうがないですよね今回はこちら、文房具屋さん大賞の世界2022その2。文房具屋さん大賞とは、文房具屋さんたちがこの1年間で販売された新作文房具の中から最も良いと選んだ一品が掲載されている本でございます。岡崎さんおすすめの一品を見ていきたいと思います。キングジムクリアファイル着タイプ。一見普通のクリアファイルですけどね。そういうことね。そう、ファイルになってるけど、ここがジップのやつでこうなってる。これいいっすね。細かいものも収納できるので、溜まった時にそこにどんどん入れちゃってファイルしておけるっていう。鑑識の方とかいいんじゃないですか今回の現場は手芸教室で殺人事件があとは釣ってきた魚こう入れてこうしてね行きにはミミズとか釣りの餌を入れていくんですよ。行きはもう静かにこう持って釣れたら帰る他あります？これなんか何でもいいじゃないです。野菜でもそのまま冷蔵庫とかに入れちゃうみたいな上から浅漬けの素ザーっていってきゅうり、ナス、白菜でこうやって冷蔵庫に入れて、今日どの浅漬け食べようかな123456789101112シート。個人事業主の方でね、領収書切る方12だから、1月2月3月領収書税務署の人来たらこの方しちゃえばいい税務調査だろ、持ってけよ、全部あるぞお値段いくらですか？968円。まあするな。ちょっと待てよ、ジップロックとの比較かキングジムさんのこれぐらいのサイズのファイルってどれぐらいするんですか？20で264円です。やっぱ高いんだ。ちなみにジップロック、L サイズ12枚入りおよそ300円。ほら。でもこれはちょっとロングセラーになりそうな気がします。厚みがあるものを入れるっていうことなんでしょうね。お風呂でも使えるんで、ちょっと覚えたい時にいいかなって思ったんですよ。スマホでいいじゃん。スマホお水につけられないじゃないですか。今防水っすよ。続いてお願いします。双子メモが書けるポリパックン。もういいよポリパックンポリパックン何するものか全く分かんない。手先が乾燥しきっちゃって、スバの出てきた。つば挟むんですよ。こすり合わせてください。こうやってやるとですね。そうです。開きます。お値段お願いします。583円で。いや高いって。ポリパックンが進化している。進化しすぎてません？めちゃでかいじゃないですか。なんとメモが書ける。ボールペンで書いてしまってもいいんですよ、消しゴムで消すことができる。ここもね磁石になってる。ちょっとしたものを挟んでペトって。最近お買い物に行くと必ず一つや二つ忘れちゃうのよね。今日は忘れないようにしなきゃ。卵、きゅうり、牛乳も買わなきゃいけなかったわ。豚ひき肉、あとはレーズンパン突然レーズンパン。なんで人んちの買い物にごちゃごちゃ言わないでもらっていい？あなた誰よ。でこれバッグにつけるわけですね。買い物しました。エコバッグ忘れちゃった。私これエコバッグって書いてないからエコバッグ忘れちゃったわ。やだ、私ってほんとそそっかしい。嫌になっちゃう。すいません店員さん、ビニール袋の M を一つください。やだわ、年取ったらもうほんとに開かないんだからそんな時はこちらよいしょ。開いた。やったわみたいなことですか、じゃあ価格もね主婦に味方するぐらいの価格であってくれたらありがたいなと思います。お値段お願いします。1078円。高いのよ続いてお願いします。 3M ジャパンスコッチ透明梱包用テープポータブル。ぺったんこなんですよ。ほんとぺったんこですね。透明なテープなんですけど、だいたいでっかいんですよ。普通はそっちですよね。それは見たことあります。ここにこれがついてるのは切れないからなんですよ。
梱包用だからビニールテープの中でも強いから刃がないと切れないんだ。だけどこれはスッと切れる。切れました。細く切っても切れるんですよ。切れました。切れる。旅行とか災害時に活躍しますね。あとね、静かなんですよ。これうるさいですもんね。ちょっとやっぱうるさいですね。静かじゃないもうじゃあ久々に健直子のモノマネやっちゃおうかな。あとサッカーの審判やってる方だとこれレッドカード退場って言って本当に横暴な選手がいた時はこれを出した上で縛り付けるっていう。だからちょっと高そうなんだよな。ギグ372円です。何メートル372円ですか。7メートル。でこちらは50メートルで230円。はちょっと各社ちょっと工夫するとちょっと高くするの何なんですか。まあまあでもそういうの言うのやめましょう。ぶっころグッズもねいろいろ載せて販売してるんだから。載せてないですよあんまり。載せろ。岡崎さんが審査員として独自に有林堂賞というのを選定しているそうなんですけど、その有林堂賞の商品を見ていきたいと思います。お願いします。発表は共和のひねって結ぶさんなんですけど、共和のひねって結ぶさん。はい、はい、ちょっとねここにないんですよ。有林堂賞なのに、有林堂にない。どういうことですか。ちょっとねご用意ができなかったんですよ。売り切れたとかじゃなくて、取り扱ってない。はい。いろいろ探したんですけど売ってなかった。売ってない。有林堂でも売ってなければその辺でも売ってないものを岡崎さんが有林堂賞でございますって言ってるってことですか。すごくないですか。バイヤーさんっていいじゃんと思ったものをうちに卸してください、各店舗で何個ずつ売ってこうかみたいなお仕事じゃないですか。そのバイヤーさんがこれいいです有林堂賞でございますって言ったものは仕入れていないすごいんです。でも有林堂賞として選んだからには共和さんとお話をして仕入れる可能性もあるってことですよね。そうですね。なんでちょっと回ったの。仕入れないの。どうかなっていうところ。いやいや仕入れた方がいいです。だって本読んで有林堂賞のこれ欲しいんですけどって言って有林堂に来て、あすいません弊社では扱ってないですよねってそんな怖いことやばい、やめた方がいいですって。少なくとも何人かはいらっしゃいますから。どっかではしてるかもしれません。どっかではね。なかなかないんですからね黒子が喋ること。なんて言ってました黒子。どっかでは使ってるかもしれない。探したのは横浜近辺のみなので。探したのは横浜近辺のみなんで。あーなるほど。でも検索かけたら該当なしだったんですよね。登録もしてない。現時点で文房具屋さん大賞2022の有林堂賞ひねって結ぶさんは店頭にはございませんということだね。はい